皆様こんにちは。いつもありがとうございます。いやー、買うつもりなかったんだけどね。イージー。見た今。おかしいでしょ。いや、おかしいでしょ、どう考えても。すごい感触だな、これ。いや、もともと全く買うつもりはなかったんですけど、55.0 っていうのが、55.0 っていうのが、やっぱちょっとすごく良くて、すごい特徴のあるキューブですね。コーナーカットは45度ない感じですね。リバースは、オンザラインは無理ですね。基本やらしてくれません。ここよりもちょっと、右側ぐらいだったら、切れるかなっていう感じですね。U パームでこの R がね、R2 でいったのがね、衝撃ですね。いやー、これはちょっとね、締めないと使いにくいかな。締めて、ちょろっと回してみましょうか。ネジをね、締めているんですが、一番最初なんで、90度ぐらいでちょっと様子を見ておくんですが、一番最初なんで、ちょっと90度だけネジを締めてみたんですけど、パチパチでやるのか、ネジでやるのかっていうのは、このモーユーのこのシステムっていうのは両方とも一緒なんで、ドライバーを使いたくない人は青いのでやればいいし、私みたいに青いやつのここが初期状態って一番その1の設定になってるんですけど、ちょっと溝とずれてるのがね、嫌なんですよね。なので私はこの2、溝とぴったり側面が合ってる2のところにして、あとはネジで調節という風にしています。いやー、まだブルブルするな。なんか、マグネットはかなりしっかり効いてるんですけど、なんだろう。回しやすいかと言われると、微妙です。ちょっと使ってみないとわからないんで、軽く測っていきましょうか。も
なんか、まあ慣れてないからっていうのもあるんですけど、潤滑剤さしてだいぶマシにはなったんですけど、なんだろうね、なんか、ポワポワしてる感じなんですよね。MS キューブの V1。MS キューブの V1 ってなんかこことここが浮いてる感じがする、なんかすごいふわふわした面白い回し心地なんですけど、なんかそれにすごく似てる感じがしますね。うん。V2 の方は、なんか、ファルクエリートみたいに、カクカクカクみたいな感じですごいコリコリした感じの回し心地なんですけど、MSV1 は、なんかここがなんか浮かんでるというか、なんかすごい、こう、ふわふわする感じなんですよね。なんかそれにすごくよく似てるんですが、まあ単純にちょっとこう、回し慣れてないっていうのがあるので、どうなんですかね。ちょっと1ヶ月ぐらい使ってみてもいい気はしますけど、個人的にはコーナーのコアマグネットいらないかなっていう感じですね。なんかここだけはついてても面白そうなんですけど、ここのコアマグネットはいらなそうな気がしますね。なんかスタンダードの V9 が一番こういうノーマルのキューブ、まあノーマルなんですけど、ノーマルのキューブからは使いやすいっていう感じになると思うんですよね。なんかちょっと癖が強すぎて慣れるまでに時間がちょっとかかりそうですね。実はね、今、朝7時に寝て、郵便屋さんの朝10時に起こされてという3時間睡眠のバチクソ寝起きです。もう見てる通り全然指とか動いてなくて判断できてないんですけど、まあ、こんなもんです。大したことないね。AO100 が15秒ぐらいなんで、こんなもんです。俺、スピーディー2滴入れただけなんだけどな。なんか、でも昨日ちょっと、掃除したんですよね。オレンジ面と黄色面と緑面をネジ引っこ抜いて、鉄粉とかものすごい綺麗に拭いて、マックスコマンドを刺したんですよね。で、スピーディーを2滴かな。足に垂らしておいたんですけど、スピーディーって翌日こんな感じになるんですよね。結構もっちりした感じ。なので、ちょっとこれ調子乗って今さっき4滴ぶち込んだんですけど、大丈夫かな。逆に明日とかの方が回しやすいかな。回させろよ。回ってないからね。よろしい。ちょっと最後に一回回しておくか。下手くそないいパームだな。はい。こんな感じで、まあ、ちょっと回してみたんですが、まあ慣れたら、まあいいのかなっていうのはあるので、まあしばらくちょっと使っていこうかなと思いますが、ちょっと最初に予想してたのとちょっと違ってですね、GTS2M のコアマグネット版かなっていうふうに思ってたんですよね。というのは、この足の構造とかですよね。まあ基本的にこのモーユーって、このセンターの構造が、
帽子みたいな構造になってるじゃないですか。派生があって、この次に天雲が出てて、天雲もこの帽子型を採用してて、で、トルネード V3 とか V2 もこの帽子型を採用してて、で、WR シリーズはもうずっと帽子型みたいな感じで、こっちの方で摩擦を減らすか、あとはガンは結構そのガンっていう方向でいってるんで、帽子型のやつは出てないんですけど、GTS2M から派生してる感じのキューブなので、GTS2M のなんかこのプラスチックの感触とか、ちょっとこう硬い感じですね。それがコアマグになったのかなって思ったんですけど、全然そんな感じじゃなくて、なんか UV コートがしてあるから、ちょっと表面は硬い感じなんですが、中めっちゃ空洞で、個人的にあんまりこの空洞みたいな感じ好きじゃないんですよね。エアー SM とか、ガンキューブがほとんどそうなんですけど、ガンキューブって11、12、13になっていくにつれて、なんか軽量化を求めるために、すごくね、チープな感じになってるんですよね。安っぽい。このパーツが。なんか押すとへこむというか、すごいなんかペラペラなプラスチックを使ってるみたいな。それだったら、例えばですけど、サンダークラップとか、ファルクとか、GTS2M とかみたいな、こういう硬質なプラスチックというか、しっかりした感じの硬いプラスチックの方が高級感があっていいよねっていう感じなんですが、これはどっちかというとそのガン寄りな感じですね。軽い、中身が詰まってないような感じのプラスチックの素材なので、重さは70何グラムぐらいあって、そんなに軽いっていうわけではないんですけど、このパーツ自体が軽いっていうのがあるので、なんだろう。マグネットが強いから指にグッと乗っかってくる感覚はあるんですけど、でもこれは軽いみたいな。なので、なんか、回し心地があんまり好きじゃない方はいるかもしれないですね。私は、あんまり好みじゃないかな。GTS-M とか、そういった昔のキューブっていうのは、ここからここまでが1秒だとすると、初速が一番速いんですよね。指にグッと乗っかってくる感覚があって、ここが一番速くて、そこからだんだんこの摩擦とかで最後マグネットでピタッと止まって、ここからここまで1秒みたいな。で、ガンの12とか13とか、あとこれですね。これみたいに、ここでこうやって引っ張ってくれるキューブっていうのは、初速、もうパーツ自体が軽いんで、初速は遅いんですよね。そんなにこう、重いからグーッと力を入れてダーンって弾いてあげる必要がないので、初速は遅いんですけど、この辺から加速していって結局1秒みたいな。こっちが速いか、こっちが速いかみたいな感じの、回し心地の違いなんですけど、私はなんか、この指に乗っかってくる感じが軽いっていうのがあまり好きではなくて、なんかそれで、なんていうのかな、なんか、行っちゃってんのみたいな感じで、回してる感覚がなんかずれてて、全然タイムが出ないっていう感じになってるので、これは単純に慣れればいいだけなんですけど、とりあえずプラスチックの質感的にはちょっと安っぽい感じですね。硬い感じのプラスチックではなくて、こう押すとへこむようなベコベコする感じの、ベコベコはしないんですけど、中身が詰まってない感じの、軽い感じの、そういう感じですね。一昔前のこういう硬い感じのプラスチックの材質ではないですね。で、回転とかそういうのはもう本当にすごくいいので、なんかこの、そうですね、ガン12なんかよりもはるかに強烈な、このコアのアシスト。ガン12が好きな人だったら、多分これ全然いけると思うんですけど、私は11からずっとコアマグネットが苦手でですね、コアマグネットないやつをずっと使ってるんですけど、なんかちょっと慣れないですね、この感じに。でも一応、ちょっと使っていこうかなとは思うので、しばらく1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月ぐらいちょっと使って、ネジをもうちょっと締めるかな。締めたりとか、いろいろ調節をしてやっていこうと思います。個人的には GTS-M が、ここにあったとしたら、ちょっとこう、回転が超軽いみたいな感じのが天雲。要はこの帽子の進化型として天雲が派生で出てきて、で、この形は帽子型じゃないんですけど、これって結構丸い感じの回し心地なんですよね。で、それをかなり直線的に尖らしたのがファルク3みたいな
これ帽子型じゃないんですけどね、ファルクは。ファルク3みたいな感じで。で、あとはWR とかが、この辺にポンポンポンと続いてるっていう感じなんですけど、この子は、この辺に、帽子型じゃないガン、ちょっと見にくいな。帽子型じゃないガンがこの辺にいたとしたら、この辺りのキューブですね。帽子型の意思は受け継いでるんだけど、なんか結構ガン寄りな感じの、特に12と13ですね。どっちかっていうと12ですね。12寄りな感じのところにいるキューブですね。WR2021。私は2021のシンジ君と通常のやつ。ライトじゃないフルセットのやつですね。どっちでもいいんですけど、2021の内部が原色のやつとシンジ君を持ってるんですけど、それとは全然違いますね。回し心地が。そうですね。何と似てるって言われると、本当にガンの12が一番近いって言われたら近いので、ガンが苦手な人は買わなくていいと思います。で、私みたいに55.5 と 55.0 というところにめちゃめちゃこだわる人だったら、買ってみてもいいとは思うんですけど、この、なんていうんですかね、昔ながらのキューブを 55.0 にしたっていうのは、どっちかっていうと、WR の2021とか、確か2020も55でしたよね。2020とかの方が、全然こっちに近いので、コアマグネットの回し心地に慣れていて、かつ12とか13が好きだよという方は、これ。買ってみてもいいんじゃないかなって思うんですが、YS3M、私は持ってないんですけど、YS3M の方がおそらく多分こっちに近いと思うんですよね。多分。なので、どっちの方が使いやすいコアマグネットかって言われたら、YS3M の方が使いやすいコアマグネットのような気がします。持ってないんですけど。ただ、すごくいいキューブなので、私が全然使いこなせてないだけでとってもいいキューブなので、もし興味がある方は手に取ってみてはいかがでしょうか。ちょっとしばらく使い込んでいこうと思います。ではでは、またねー。